こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はチョコサプ第5弾。前回チョコサプを作ってからしばらく間が空いてしまいましたが、チョコレートの賞味期限がね、若干気になりだしたので、そろそろ積みチョコサプを崩しておかなければ、ということなので、早速積んでいるチョコサプを崩していきましょう。はい。こちらが今回開封するチョコサプになります。さて、今回は何が当たるんでしょうか。このチョコサプはだいたい20種類あるので、かぶりは勘弁してほしいですね。カプセルを覆っているチョコレートを全部食べきったら、パーツオープナーを使用して、カプセルを開封していきます。地味にカプセルがヌルヌルして開けづらいので、道具はあった方がいいですね。さて、肝心の中身は、ジムだこれ。一瞬ガンダムが被ったかと焦りましたが、ジムで本当に良かったです。それでは当たったジムを組み立ててみましょう。私は筋金入りのジオン大好き人間なので、連邦系の量産機を作るのは初めてかもしれません。ジムとザクが並んでいると、どうしてもザクを選んでしまうんですよね。はい。こちらが組み立てが完了したジムになります。これは、結構可愛いじゃない。ザクの可愛さに目を取られていましたが、ジムの顔もよく見ると結構可愛いですね。でこの部分が可愛いっすわ。実際に手に取ってみないと物の良さってわからないものですね。さて、そんな新たな魅力に気づかせてくれたジムですが、細かい合わせ目など気になる部分があるので、少しだけ改造をして、最後に塗装を行い仕上げてみたいと思います。はい。それではジムの改造を始めていきたいと思います。改造を始める前に、画像のように一旦バラバラにしておくと作業がしやすくなります。まずはじめに行う改造は、各部にある合わせ目消しです。合わせ目消しには流し込み接着剤など、プラスチックを溶かして合わせ目を消していく方法が一般的ですが、今回のチョコサプは合わせ目の範囲も狭いので、通常の接着剤を使用しない方法で合わせ目を消していきたいと思います。まずはパーツの合わせ目部分にある角を、デザインナイフを使用して削り、接着剤を盛るための接着面を作ります。パーツの角をデザインナイフで削ることができたら、通常のプラモデル用接着剤で、パーツを接着していきます。ないとは思いますが、この後の作業中にパーツが取れてしまうかもしれないので、念のためにパーツを接着しておきます。しっかり接着面ができていますね。パーツを接着剤で固定することができたら、瞬間接着剤を、先ほど作った接着面に盛るように塗布していきます。瞬間接着剤はパテのように大きく引けることは少ないですが、念のため多めに接着剤を盛り、確実に合わせ目が消えるようにしましょう。瞬間接着剤が乾燥したら、デザインナイフを使用して、固まった瞬間接着剤を削り取っていきます。固まった接着剤は非常に硬いので、デザインナイフを使用したカンナ掛けで、一気に接着剤を削った方が効率がいいですね。大まかに接着剤を削ることができたら、紙やすりを使用して、パーツに残っている接着剤をきれいに削り切ります。この時に、合わせ目が消えきっていなかったり、わずかな凹みがあった場合、追加で瞬間接着剤を盛り、完全に合わせ目が消えるまで作業を繰り返しましょう。はい。こちらが合わせ目を消したパーツになります。しっかりと合わせ目が消えていていい感じに仕上がりました。続いて各パーツの肉抜き穴を処理していきたいと思います。まずは肉抜き穴にアルミホイルを詰めていきます。パーツに開いている穴はかなり小さいですが、穴が結構深いので、アルミホイルを詰めて、穴を埋める作業の負担を少しでも減らしていきましょう。アルミホイルを穴に詰めることができたら、瞬間接着剤を肉抜き穴に塗布していきます。このくらいの小さな穴であれば、パテを使うより、接着剤を使った方が早く作業が進みますね。パーツに塗布した接着剤が乾燥したら、鉄やすりを使用して、接着剤を削っていきましょう。この程度の少量の接着剤であれば、鉄やすりだけでも十分です。
綺麗に削るついでにパーツの平面も整えておけば完璧ですね。はい。こちらが肉抜き穴を処理したパーツになります。ちょっと、気泡の跡がありますが、正面から見えない部分なので、このままでいいかな？それでは最後に、各パーツのモールドを彫り直していきたいと思います。まずはデザインナイフを使用して、パーツのモールド部分に軽く傷をつけていきます。この作業は刃こぼれしているような、古いナイフの刃で行った方がやりやすいですね。デザインナイフでモールドに傷をつけることができたら、ラインチゼルを使用して、デザインナイフでつけた傷を深く彫り込んでいきます。あ、そうそう。この作業は力を入れないで、丁寧に作業した方がいいと思います。力を入れて作業するとチゼルの刃が折れて、使い物にならなくなりますよ。さて、ジムの各パーツにあるモールドをすべて彫ることができたら、改造作業はすべて完了になります。はい。こちらが改造を終えた、チョコサプ、ジムになります。合わせ目が目立たない脚部に集中していたので、改造前後で見た目の変化があまりありませんね。改造自体も1日程度で終わったので、まあ、こんなもんかなといったところでしょうか。この段階で改造箇所を手直しする必要がなければ、サーフェイサーを吹いてしまいましょう。はい。ジムにサーフェイサーを吹いてきました。今回はいつも使っている、グレーのサーフェイサーではなく、ホワイトサフをジムに吹きました。この後に行う塗装では、隠蔽力が低い塗料を多く使用するので、明るい色のサフで塗装の負担を減らしたいという魂胆ですね。さて、合わせ目もしっかり消えているみたいなので、ジムの塗装作業に入ってみようと思います。はい。それではジムの塗装を始めていきます。はじめにジムの大部分を占める、緑色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのペールグリーン。ジムは白色ではなく、薄い緑色というイメージが私の中であるので、今回はペールグリーンをチョイスして塗装してみました。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレット。赤といえばこの塗料。といった具合に愛用している色でございます。ジムもガンダムみたいなものだし、赤はモンザレットでいいよね。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセットです。この色は胸のダクトと、シールドの一部に使用する色ですね。塗装する範囲はかなり狭いですが、黄色はなかなか色が乗ってくれないので、シタデルカラーの力で一気に仕上げてしまいましょう。続いて灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレー。この色はメカの関節や武器に使う定番色ですね。今回は無難にこの色を使って各部の塗装をしてみました。続いて緑色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのメタリックグリーンです。ザ・バイザーといった。目元に塗装するのには無難な緑色ですねこれ。続いて黒色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤエナメルのフラットブラックです。この色はジムの脚部のへこみや、シールドの裏側など、黒く塗りつぶしたい部分に使用しました。基本的な塗装が終了したので、続いてジムに墨入れをしたいと思います。墨入れに使用した塗料は、タミヤの墨入れ用塗料ブラックです。墨入れの色を調色する元気がなかったので、今回も既製品を使用して墨入れを行いました。チョコサプは小さいので、墨入れの色がくどくてもあまり気にならないと思います。多分、墨入れ塗料が乾燥したら、エナメル溶剤と綿棒を使用して、パーツのモールドからはみ出ている塗料を拭き取っていきます。今回は墨入れをする前にトップコートを拭いていないので、ものすごく優しく綿棒を動かし、少しずつ余計な塗料を拭き取っていきます。墨入れ塗料を拭き取ることができたら、ジム本体に行う作業は終了になります。はい。ジムの作業が終了したので、続いてジムを飾る土台を作っていきたいと思います。
まずはじめに土台にある合わせ目を消していきます。合わせ目を消す手順はジム本体の時と同じになります。合わせ目部分のパーツの可動デザインナイフで削り、プラモデル用の接着剤で、パーツが取れてしまわないように接着します。土台は簡単にパーツが取れたり、ずれたりするので接着はしておいた方がいいですね。パーツを接着することができたら、瞬間接着剤を、合わせ目部分に持っていきます。合わせ目部分に持った接着剤が乾燥したら、彫刻刀と、デザインナイフを使用して、瞬間接着剤を削っていきます。土台は合わせ目付近に岩のモールドがあるため、ヤスリを使って細かい接着剤を取ることが難しいので、ナイフだけを使ってできるだけ綺麗に接着剤を取り除きましょう。はい。こちらが合わせ目を消した土台になります。土台なので、別に雑な仕上がりでも OK かな？さて、改造した土台にサフを吹くとこのようになります。合わせ目消えているか？これ？みたいな状況ですが、このまま塗装しちゃいましょう。それでは土台の塗装を始めていきたいと思います。まずは下地塗装を行います。下地塗装に使用した塗料は、タミヤのハルレット。赤茶色っぽい色なので、土台の土色の表現にぴったりな色ですね。この色を土台に塗り漏れがないように、隅々まで塗装していきます。ハルレットの塗装が終了したら、タミヤのジャーマングレーを、スポンジに含ませ、トントンと叩くように土台に塗装していきます。そうすることでスポンジの気泡がいい感じのエフェクトになるのですが、塗料をつけすぎてベタベタになってますねこれ。まあ、これも味ということで、ジャーマングレーの塗装が終了したら、先ほどと同じくスポンジで、タミヤのデザートイエロー、土台に塗装していきます。この塗装は土台をすべて塗りつぶすのではなく、これまでに塗装した色が所々に見えるように塗装していきます。そうすると雰囲気がある、いい感じの土台に仕上がると思います。土台の塗装が終了したので、少しだけ土台に墨入れを行いたいと思います。墨入れを行う場所は土台の岩モールド。この岩に墨入れを行い、ちょっと浮いて目立つようにしたいですね。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、墨入れ塗料を大まかに取り除いていきます。この拭き取りは墨入れ塗料が残っていても OK。微妙に拭き取り残した黒も、土台の味になるので、自分好みの雰囲気に仕上げていきましょう。さて、墨入れ塗料を拭き取ることができたら、今回の作成作業は全て終了になります。それでは完成したチョコ作、ジムをご覧ください。はい。こちらが完成した、チョコ作、ジムになります。これは、かっこいいじゃない。ですが、ジムの色ってこれで合ってますかね？なんかジェガンみたいな色になった気がしないでもないですが、こんなもんなんですかね？さて、それでは今回の作業で失敗した部分の話をしたいと思います。今回は合わせ目消しを少し失敗したかな？よく見ないとわからないのですが、瞬間接着剤も盛りが甘く、若干線が凹んで見えるんですよね。まあ、太ももの裏なのでいいのですが、作業の解説で語ってた割にねするんかい。という感じですね。それでは、チョコ作、ジム作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿しますので、その時は改めてご視聴いただけると幸いです。では、さよなら。Are you listening?